やあみんな、ジュークだよ。みんなはインサートナットって知ってるかな？ 3D プリンタで造形したものにナットを埋め込むんだ。今回はそんなインサートナット埋め込み用のスタンドを作ったよ。じゃあ早速本編行ってみよう。まずはモデリングだよ。こんな感じのスタンドが出来上がる予定だ。ヒーターのホルダーを上から押すと、ヒーターをナットへ垂直に押し当てることができる。モデリングはフリーキャドを使ってるよ。本当はこうガーッと制作過程の動画を撮りたかったんだけど、オイラもフリーキャドを触るのは初めてだったから試行錯誤になってしまった。ともかくこれを 3D プリンターでプリントアウトしていくよ。プリントアウトしてきた。ナットを埋め込んでいこう。プリンタはフィアタイムのアップ300を使用しているよ。こいつは最大200ミリ立方を印刷できる結構大型のプリンタだ。本当はプリント過程も動画にしたかったのだけど、あれどうやって撮ってんだ？材料はイースさんの PLA プラスを使用している。材料はプリンタとの相性もあるからこれが正解というものはないと思うのだけど、今回の印刷では比較的うまくできているようだ。インサートナットの埋め込みのコツは、ヒーターをナットに垂直に押し当てることみたいだ。だから今回スタンドを作ってるんだけどね。どちらかというと下穴を設計する方が難しい。下穴の深さはナットの長さの 1.5 倍取ればいいみたいだけど、穴系はもう少し小さくした方が良さそうだ。この辺はもう少し研究の余地ありだな。下穴で言えば印刷方向も無視できない要因だ。穴に対して垂直に印刷すれば比較的きれいに印刷できるんだけど、穴に対して水平に印刷する場合、どうしても穴が歪んでしまう。ともかくだ、どんどんナットを埋め込んでいこう。ナットの埋め込みも大詰め。次は部品の接着だ。接着剤はセメダインの ABS 用を使用している。この接着剤は PLA を溶かして接着するタイプだから時間はかかるけどしっかり接着できる。部品同士に 1.8 ミリの穴を開けてフィラメントをダボのようにして使うと一ずれなく接着できるぞ。できた部品を組み立てていこう。まずは土台を組み立てる。そしてスタンドにリニアガイドをつけるんだけど、リニアガイドの取り扱いには注意が必要だ。絶対にガイドのブロックをレールから外してはいけないぞ。レールからブロックを外した途端、ブロック内のボールがこぼれ落ちてしまう。今回使用したリニアガイドは最初からブロックがレールに乗っている状態だけど、
商品によってはブロックとレールが別梱包になっているケースがある。その場合はブロック側の短いレールとレールを突き合わせて慎重にブロックをレールに滑り込ませよう。おいらはそれで購入後5秒で泣く羽目になったぞ。今回使用したリニアガイドは図面があったからそこからモデリングしたんだけど、図面がないガイドの場合は特に取り扱いに注意が必要だ。次にヒーターのホルダーを引き上げるベルトとプーリーを組み立てるぞ。こんな感じにケースの中へプーリーを組み込んでやる。ベルトはケースに押し込んでやるとプーリーに倣って出てくる。本体にヒーターのホルダーと組み立てたベルトをつけていこう。ホルダーにはベルトの凹凸がモデリングされている。ホルダーにベルトを差し込んでリニアガイドのブロックにつける。次にプーリーのケースを本体上部へ取り付ける。バネを用意してベルトを適当な長さで切る。バネがつけられるようにベルト先端に部品をつける。ベルトにバネをつけて本体に固定する。ホルダーがスムーズに動くことを確認したら背面カバーをつけよう。これでよし。スタンドにヒーターをつけよう。完成。試運転といこうか。試運転するよ。
うーん。まあまあかな。さあ、今回のインサートナットスタンドの制作はどうだったかな。今回初めて触るものも多かったからかなり苦戦したよ。まあなんとか形になったから結果オーライだ。それじゃあまたねー。